ちょっと今日はですね、ちょっと特別版を作りたいと思ってまして、まあズバリ柳川さんに聞くパドックの極意ってやつなんですけれど、まあ当然初心者の方からちょっとパドックの見方を勉強したいっていうそういう声もたくさん来てまして、その中でまずやはりまあじゃあ初心者の方をまず対象に基本中の基本っていうところから、教えていただきたいんですけれど、まずですね、柳川さんがパドックで馬を見るとき、最初にパッと目が行くのは馬のどの部分ですかねってことで、顔なのか歩き方なのか気配なのか、そういうところを知りたいという。全部違うんだよな。結局新馬戦と、小馬と、パッと見は、新馬の時には全部をパッと見るだけ。でパッと見る。一通り。パッと見て、何も考えないでスケールがあるかどうか、それだけ見るだけ。で、それ以上パッと見が終わって、ちょっと見て、その中から何とかチョイスして見る。これはこうやって見る。その時には、顔も見るし、胸も見るし、お尻も見るし、つなぎとか爪も見るよな。で、どういうタイプかっていうことを勝手に決める。芝なのか、ダートなのか、距離はどんなもんなのか、いいなのか。新馬戦の時はね。新馬なんて、この馬が、明らかに、例えば芝の長いとこ、ダートの短いとこって決まっている馬以外は、場違いに下ろすことっていうのも多々あるから、だからそれは自分で、この馬はこうだなって。ある程度この馬は、走るところあるけれど、これは、ダートの短いところじゃないんだ。これ芝のマイルじゃないだろうと思えば、次条件変わってきた。こういう条件だったら、っていうふうには、一応は思ってるけどね。パッと見はもう、一回パッと見るだけ、とりあえず。新馬だけはね。で、あとは未勝利とかコバっていうのは、これ比較しなくちゃいけないんだけど、良くなってるかどうか。でもそんなの覚えてるわけないじゃん。俺なんかも覚えてないけど。これはね、俺パドックで、例えば10頭出てくると10頭見渡して、先入観関係なくね、この馬がこの中では一番だっていうふうに順番を決めるんだよ。それは使ってる馬でも、使ってる未勝利戦でも一生クラスでも、この馬はこの中では一番上だわ。つってそれで決める。で、なんつうんだろうな。で、この馬は走ってくるけれど、競馬で全然成績悪いのに、ここがこうなって、ここが悪いんだなっていうので、それが変わってきた時には買うしな。今からパドック行きましょうって、そのレースだけで行って、これは芝の戦六ですつって、でやると、教えやすいんだけど、全部のパドック見てうんぬんかんぬんっていうのは、これはもう、今聞かれてるのでは全然、ちょっと難しい説明が。単純に例えば、じゃあ、ダートを走る馬と芝を走る馬。全然違うって言い方もおかしいんだけど、ダートの方が適してる。ダート馬っていうのは基本的に芝の速さがない馬がダートだから、芝で走る、ダートで芝の時計で走る黒船じゃあるまいし、ダートが時計かかるんだからね、実際。芝の速さがない馬がダートに行くんだけれど、体型とか、体つきと歩き方でほぼほぼわかるだろう、皆さんも。これはわかるんだけど、逆に、それでも、これダートっぽいけど、勝ち進むっていう馬が芝でいるんだけど、持久力、そんなに一瞬の速い足がなくても、ある程度の速い足がずっと長く続けていけるっていうタイプの馬ね。これは説明してもわからんけど、どっちかって言ったら寸胴型が多いな。今で言うとね、ここのとこ見てるのシスキンの子なんかそうかな。だから、シスキンは基本的にダートの方がいいかもわからんけど、芝のそんな長くないところで、いわゆる 11.1 とかに一ハロンそういう足は使えなくても、11.5 を長く走っていくタイプの馬ではあるなっていうふうに勝手に決めてる。パドックの見方とは関係なくなっちゃったけど、なんだらパドックの見方っていうのは難しいよな。見て、A と B の馬がいて、それは A の馬はこっちのがいいなで、俺は決着つけちゃうけど、競馬生き物だから、逆転するし、長い目で見れば5回戦えば4回勝つけれどっていうふうに俺よく思うんだけれど、レースは生き物だから、
一般の人間がその毎日パドックで見るってことは、今、グリーンチャンネルとかあるけれど、まず気に入った馬、これいいなと思った馬だけでいいと思う。それで買えばいいんじゃない？それ外れたらセンスがないと思えば。センスがない。それでいいと思うよ。だって当たんないもん、それで。ただこれは、俺がよく自分で馬券買うときは、これは来ないなっていう馬だけを外してて、残りがこんだけ残りましたと。で、こんだけ残ったのでどうやって買うかなで折り合いがつかなかったら買わないし、最初から買うレースじゃなくてもね、消していって、5頭ぐらいしか残んなかったら、じゃあこの5頭だったら配当がいいのかなと思って、で買うかっていうケースも多々あるんだけど、逆算ですね。だからそう、いらない馬を来ないだろうっていう馬を消していって、残った馬で買うっていう。来る馬を考えてたんじゃキリがないから。でもパドックの見方って外れちゃったな。難しいな。今冬場の特に結構パサついたダートで、あんま速い時計が出ない時には、前足が綺麗に出ていく馬は買わなくていいと思うよ。かっこよく出ていく馬は。だいたい掘るように歩く方が。だいたいダートっていうのは、前駆で走る、昭和のダートだけど、速くないダートだったら、力がいるダートだったら、やっぱり、前駆で走るようなのがダート、体つきになるから、みんながさっきもこれ撮る前に言ってたけど、踏み込みがいいとかなんとかとか、そんなもん一切関係ねえから、ダート馬は。関係ないんだ。棒みたいなやつだって全然 OK。胸ってのは肩のね、ここが肉が明らかに、後ろ、お尻よりも目立つっていうのが、簡単に言えばダートの方が適してるっていうこと、ダートの前。で、軽くさばくような馬は、今のダートは良くないかもわからん。滑るし、砂が。引っ張る力が引っ張れないから。飛ぶ馬はダメなんだけどね。ダートに関しては。今言葉で踏み込みが深いという、こういう馬いるじゃないですか。これは2種類っていうか、みんなよく踏み込みがかっこよく見せるじゃん。あるけど、これはもう、馬の形の問題であって、その馬が歩けなくなった時は疲れてるんであって、友が、疲れてるから踏み込めなくなる。でも踏み込みが強いのは基本的に、馬の形の問題だから、かっこよく見せることは見せる。踏み込めない馬は、ダメよ。バネがない。で、なぜ踏み込めないのかっていうのは、後ろ足の、ちょうど人間で言って膝からくるぶしまでの、膝からの間、この足間なんだけど、そこが、どうしても、内に潜る形になってて、そこを見れば、ある程度、踏み込みがそれできない馬がそうなるんだけれど、檻が入ってて、それから、その後につなぎが、ちょっと若干長めで寝ちゃってる馬は、その形は踏み込めない。上に浮いちゃう形で歩いちゃうんだけれど、あくまでも形の問題だから、踏み込みがいいっていうのは、何しろ体調がいい時、悪い時もある、当然。その疲れが出てる時は、友が流れちゃうから踏み込めなくなるから。でもこれは、ある程度の条件クラスの馬だったら競馬使わないぐらいのレベルだから、よく踏み込みがいいですねっていうのはこれ格好の問題だけでやって、ほとんどがね。その踏み込みがいい馬がどういうステージに適しているのかっていうのを見極めないと、全部間違っちゃう。踏み込みがいいから、速いとか強いとかっていうのはまた別問題だけど。確かに踏み込みってのは大事で、腰が強いと踏み込むから。だから踏み込むのは踏み込むんで、で、その後に、ちゃんと踏み込んだ分だけ伸びるかどうか。これがポイントでね、これが足の形が悪いと戻らないから、だから、鳥みたいな形になったり、あとはそのさっき言った間っていうところが、月型って言うんだけど、昔から、半月、空に置く月の形で、三日月みたいな形になってる。これは致命的ではないんだけれど、嫌われる原因の第一にもあるんだけれど、牧場さんでも。確かにそうなんだけど、そういう馬で、あんまりいい成績を残した馬ってのはあんまり記憶にないんだけど、
まあ、1個2個勝つっていうのは、馬は偶然で競馬っていうのはね、さっき言った流れであるけれど、そうだな、踏み込みの問題は、まあ、見てればかっこいいなっていうのはあるね。でかい馬でぎっしり踏み込むとな、昔の日本ピロウィーナーとか、ドバイ最初に帰ったビクトワルピサが、ああいう踏み込みがかっこいい馬な、どしっとしてな、ああいうのは見てても、すごい素晴らしいなっていうか、いいなと思う。惚れ惚れするだろうけど、日本ピロウィーナーとか、ビクトワルもそうだったね。踏み込みがすごい。ああいうのってケツの筋肉、トモの筋肉がちゃんと、浮くんだよ。一つのお尻じゃなくて、お尻の中の筋肉が二つ三つも割れてるんだよ。まあ、それで人間でシックスパックみたいな、ああいうのかっこいいよな。ああいう馬は。でもあれも、結局は、踏み込みが良くなるっていうのは、その、足にかかる、足の形っていうのが、そこに現れるんで、もう普段そういう馬が歩けないときは、まあ、かなり疲れてるんだけれど、まあそういう状態で昔はそういう状態も平気で使ってるけど、今はそういうの使わないしな。疲れてるなと思えば。あとはパドックで例えば落ち着いてますとか、まあ落ち着いてるのとやっぱり元気がないとかの、その単純な見方としては。多分俺もそうなんだけど、パドックで言ってる人間落ち着いてうるさいとかって、他にボキャブラリーがねえからそれ言っちゃうと思うんだけど、俺もそのわずかな一目見てパドック書いてる時喋んなくちゃいけないから、あと、馬見て喋れないから落ち着いて、うるさかったらうるさいで済ましちゃうじゃん。で、俺は本当に思うんだけど、今でもさっきのそれ序盤には入れ込んでるって言ってるけど、馬にしてみりゃ、それが平常心なのかもしんないよな。昔、クールなんとかって牝馬がいて、クールなんとかって400キロちょこそこの馬がいて、関谷記念の時に、もうデビューから発汗がすごくて、もうそれでも関谷記念かなんか勝ったんだけどな、400キロの牝馬で。もう100人、もう最初に見た人間はもうこの入れ込みでひどくて、絶対ダメだねって言ったけど、俺がいつもこれですよって言ったのを記憶に覚えてるんだけど、確かに嫌な材料であるけど、普段おとなしい馬が入れ込んでたら嫌だよな。だけど2、3年前中山で関西馬でよ、えらい入れ込んでて、ダートの1002かなんかで勝ったことあったんだよ。で、俺は初めて見たんだ。で、これひどいなって。で、うちの加藤に、もうこの馬、いつも入れ込んでんのかって言って、いや、今日は多分初めての入れ込みだと思いますって言うわけよ。俺はもう全然知らなかったけど、でも語れちゃったんだよ。まあ、関係があるかないかって言ったら関係はないのかもしれない。永遠に、ただそういうふうに言いたいだけだと思うよ。入れ込んでるからなって。これはジョッキーもうパドック、またがって回収マンの時に、これは大人しなくちゃいけないなっていうふうによく言うけど。まあ、入れ込みは、うるさいのは癖かもしんないし、そうじゃないのかもしんないし、それも馬を毎回見なくちゃいけない。覚えとかなくちゃいけない。序盤になんかは、うるさいし、汗かくから、汗は嫌いじゃねえんだけど、俺個人的には、暑いから汗かきゃいいんだから。まあこの時期は、今週は寒いって言うから、そうは簡単に汗かかないだろうけど。例えばじゃあこの時期に汗びっしょりかいてる。汗かいてるっていうのは、まあ何かしらあるんだろうね。元から代謝がいい馬なのかもしれないですし。まあそれでも、代謝が良くても、この、何度っていう、あれだと、汗をかくっていうことは、よほど運動させとかないと、運動させてても汗かかねえから、この時期は。歩かしといても。まあな、うるさいうるさくないは、まあ、よほど入れ込んでるっていう言葉じゃない限りは、ほぼ無視してもいいと思う。特に例えば柳さんがパドック解説とかやってる時とかで、ちょっと例えば独特の、例えばこう、いいサイン、危険なサインみたいな馬の仕草とか、そういうのってありますかね？仕草な、歩き方とかそういうの一つでも何か。首下げっぱなしで歩く馬は、まああんまりいないけど、まあ中にいるんだけどね。それはあんま良くないな。元気がない。首下げっぱなしの馬は。上げてる分には全然いい。みんな上げてる分には集中力ないって言うけど、馬、基本的に首下げてるっていうのは、飯食う時にずっと首下げてるから、葉っぱ食うからな、下の。
これは基本なんだよ。で、真ん中にずっと水平首は、いい体調にあると思う。で、上げてる分には集中力ないとかうんぬんって言うけど、馬は基本的に首上げて歩くっていうのは集中力というのちょっと違って、外敵を見つけるために首上げてんだから、初めてパドックで歩くとき人間を見て言うのか、それとも、馬鹿にしてんのか、その馬の性格の問題であって、それは気にならない。上げっぱなしの馬でも全然気にはならない。下げっぱなしは気になる。けど、まあ、そんなことはない。大概、首は上に上がるわ。どうしても周りがあるから。周り気にするから。そうまあ、特にやっぱり若駒ですと、やっぱり頭上げて、やっぱりいろんなところを気にしてるなった時には、やっぱり頭上げてますもんね。下げてる馬っていないですもんね。そんなに首の問題は関係、仕草はそんなに、馬の癖っていうのもあるし、そこまでは気にならない。だけども、これは俺もなかなか言えないけど、馬は、俺は、欠点がある馬が6割、7割、欠陥がある馬が3割ぐらいはいて、まあ、何にもなく普通に競走馬だなって言ってもいい馬が本当に1割、2割だと実は思ってんだけど、だから、欠点は補えるんだ。欠陥は補えないけど、欠点のある体つきは補えるケースが多々ある。これはまあ言わんけど、自分ではもうある程度分かってるつもりではいるけれど。だからその欠点を補えるっていうのは、そのステージと違いとかね、馬場コースで補えるし、欠陥がある馬はなかなか補えない。でも、サラブレッド、毎年7000、8000生まれてきて、見本にだって2500とか3000とか、2000以上入ってきて、関西も同じ入ってきて、5体満足っていう馬がなんぼ少ないのかっていうことは、もう常々ようわかる。俺も1ヶ月ぐらいすると、生まれたことが一応見に行くつもりではいるけど、北海道に。まあしょうがないな。そういうのも走らせるっていうのが競馬だから。本当にいいねっていうのは少ないよ。でもまあ、それでもいいんだけどね、競馬だけは。結果はまた別物だと思ってれば。まあ、イコール競馬の結果ってわけでもないですし。競馬はまた流れで全然違っちゃうからね。馬券を買うっていうのはもう、こればっかりはもう自分が気に入った馬買うしかないんだよ。でもさっき言ったように、で、外れりゃ、目がねえんだなって自分で思えばいいし、それだけの問題だよ。人に乗っかることないよ。博打だから。買えば取られんだから、馬券は。買わなきゃ負けねえし。そうですね。まあ、パドックで馬券を買いたいとか、まあ、今、長い的にトータル的にやっぱり馬券を買う人って。ただね、競馬を馬券考える上で、新聞には答えが出てねえからな。結局自分で探すのを何探すかって言ったらそういうとこに求めていくんだろうけど、それでいいと思うよね。見て当たったら、偶然なんだけれど、よし、自分の目が正しかった。そう思ってりゃいいんじゃない？それが楽しいと思うよ。俺は当たった時にも本当に運が良かったなと思う方だから。たまたま。パドックが良かったっていう。そう、良かった買ったけど、それは買ったのが運が良かったっていうだけで。ちょっと今、若い子たちが結構みんな競馬場来てるんで。だから言ったように、負けるんだから競馬は。25% 取られて、こんだけ競馬でみんなは、競馬関係者、馬券じゃないよ。馬券じゃない JRA、この間250億の第二国庫金から税金を農水に持っていくとかなんとかとか、ニュースに出たけど、こんだけ売り上げがあって、利益があって、賞金も高くて、厩舎関係者もまあまあの給料もらったりして、設備もしっかりして、全部みんな馬券買う人間から吸い上げたお金だから、でも取られるんだから。だから勝つのは一回しかない。勝つのっていうのは、勝ち逃げ。勝ち逃げしてもやらない。それがギャンブルの掟だけど、まあそういうのができる人間はやってないで、みんな、ギャンブルになって、競馬になって、もう子供の頃から入場者、なんとか賞やって子供を入れて、貸してんだから JRA もな。俺から言わせると。俺はそう思ってんだよ。
だからみんなその子供が親に連れられてなんとかショーを見に来て、タダで入ってきて、わーわーピーピー騒いで競馬場帰っていって、それが続いて馬券買うっていう流れになってるから、もうすでに、もう一歩手前になってんだよ。それがある限り競馬は潰れないよ。でもまあ、ほぼ。だからもう、どうしても勝ってあれだったら、最初の競馬始めた頃に勝ったらやめると。ビギナーズラックでも。そしたら勝ち抜けで、永遠に言えるよ。競馬で勝ってやめたんだよって。負けてるとやめらんないんだよ。これもギャンブルの基本だよ。パドックの見方はね、なかなかこうやっても言えないよ。その時のレースだったらこうって教えられるけどな。うん。自分でいいなと思っても買えばいいよ。覚えといて。はい。どんどんでもいいけど。まあじゃあそんな感じで。そんな感じだ。はい。参考にはならない。じゃあ今日はじゃあここまでにいたしましょうか。はい。じゃあお疲れ様でした。